リラクゼーション整体ドリームスタートします。はい、今回腰痛ですよ。腰痛の基本技法いきますね。はい、人間は400万年前に2本足で立つようになった説があります。400万年だからかなり前だよね。アウストラロピテクスとかさ、クローマニョン人とかあの辺の話だよね。だよね。いや、なんかね、インパクト強くてずっと覚えてる。頭に入ってる。その時代は4本足から2本足になったと言われるね。その時代からね。それに伴い骨格の構造も適する形に変化していきました。そりゃそうだよね。4本足から2本足になったら構造も変わってこないとバランス取れないからね。その一つが脊柱の S 字カーブです。同時に2本足でもバランスが取れるようになりました。しかしこの形は特定部位に負担がかかる構造をしており、身体が衰えてきたり過度の負担をかけることで問題箇所の顕在化してくることがあります。だね、ここに書いてあるね、S 字カーブですよね。S 字カーブって何ぞやって人いると思うので、ゆみちゃんちょっと横向いてもらって、この脊柱がまっすぐじゃないわけですよ。湾曲 S 字、こう来てこう腰の方でちょっと奥まってまた出てくるみたいな S 字カーブをしているわけですよ。はい、ありがとう。S 字カーブね。この S 字カーブが崩れたりすると体調身体の変化が出たりどっかが辛くなったりしますよね。よくストレートネックっていうのは湾曲がない状態だからね。首の湾曲がまっすぐなってる状態。そしたらどこに負担がいきますかって話になってくるわけですよ。はい、腰もそういう形になります。湾曲がなさすぎてもダメだし、ありすぎると反り腰系でもなっちゃうし、ちょうどいいっていうところでね。はい、でまず腰痛の原因です。パパッと話していくんで頭にちょっとがっつり入れてくださいね。これ知っとくと腰痛の人と話せるようになるからね。あと基本的にはお客様でわからない病気名とか言われた時は家に持ち帰ってしっかり調べてください。調べ癖をつけるということ。昔は医学書とかを買って私たちはネットがない時代だったんで調べてました。よく脊柱管狭窄症って最初言われた時にと思って、その時ね分からないっていうことをねお客様に言わない方がいいって教わってたんで、あそうなんですかって聞いてたけど、実際どうなんだろうね。分からないものは分からないって言った方がいいのかどうかっていうのはその辺がちょっと難しいところだよね。でも今のご時世分からないって言った方が良くなってきたような気がする。昔と違ってごまかすんじゃなくて素直に言った方がこれからはいいのかもしれないね。ちょっと持ち帰って調べますみたいなね。そしたらそのお客様がどういう症状、じゃあどういう原因でどういう改善方法があるとか書いてあるからね今ね。でそのことについて話ができるようになるので調べ癖をつけましょうって話ですね。はい、まず腰痛の原因っていうのは3つあります。3つのうちの1つ、骨の変異です。骨の変異、特に腰椎4、5番、ゆみちゃん4、5番痛いよねこれいつも。あと仙腸関節の変異、これ4、5番と仙腸関節の変異のが場所が近いんでちょっと分かりづらい場合があります。あと脊柱あと腰椎分離症や腰椎滑り症、腰椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、骨の変異でなる病気系はこういう感じなんですね。これが激痛だともう私たちの範囲じゃないんで整形外科医の範囲になりますよね。でも途中のね、例えば腰椎椎間板ヘルニアではないんだけどもちょっと潰れ気味とか髄核がもう完全に膜を破って飛び出てちゃうともう本当にもう入院なんですよ。もうそれぐらい痛いわけですよ。そういう場合は私たちの範囲じゃないってことね。でもやれる場合は軽症の場合はやれるっていう場合があります。はい。で一番多いのはこれですね。これがよくお医者さんとかネットとかでも腰痛の原因は 80% わからないっていうところが筋肉疲労の話になるんですよ。で実際は身体は骨格だけではなくそれを支える筋肉があるからこそ成り立っている。そうだよね。骨格だけ骨だけで成り立ってるわけじゃないからそれを支える筋肉が弱かったらダメだってことなんですよ。だから弱すぎたらダメだからってマッチョみたいになれとは言ってないんだけど、弱すぎると骨格を支えられなくなっちゃうってことね。だから運動は必死なわけですよ本当はね。どんどん衰えてくるじゃないみんなね。あと腰という漢字は漢字ゆみちゃん何これこれ写しただけこっちが間違えてほらあ本当だ漢字っていうのは過去の漢字ですね
そのまま書くんだまあいいや、まあ見てる人も分かると思うのでいいよ。漢字は月肉付き身体を意味する。月辺ってね、肉付き身体の意味じゃない、月辺ね。で要と書いて身体をさせる重要なポイントとなっています。だから腰が要なわけですよ。体に対して中心になります。だからそこの変異によって全体が変わってしまうということでね。だから腰重要だよね。だからね。あと腰を動かすのに背筋7割腹筋3割の割合で働いていることを知る。これ意外と一般の人知らない人多いよね。腰って言ったら背中側だけだと思っちゃうけど、実際は前側と両方連動して動いて、割合的には腹筋も3ぐらい使ってますよってことね。あとまたコリを取ることで、私たちがねリラクゼーションでねコリを取ることで骨格の変異の調整にもなります。これ言ってる意味わかる？固まってる筋肉をほぐすことによって変異してるものが元に戻る方向に動きます。ただこれだけでは全然取れないケースも多いっていうことですね。はい。あとこれだよね。ここが私たちの範囲じゃとてもないし、知っとかないとそのお客様にすぐ病院行った方がいいですよって言えないですからね。内臓や骨の病気、尿管結石や腎盂炎、子宮筋腫、子宮内膜症などだからいっぱいまだあるんだけど、実際に私も尿管結石やったことあるんだけど、石がたまるんですよ。尿管にたまるとどうなるかっていうと、腎臓から膀胱の方に尿がいかなくなるんですよ。止まっちゃうわけっていうか、逆流して腎臓が破裂するような痛みになるわけですよ。その破裂するような痛みが腰痛とわからないっていうケースがあります。でもそのうちわかります。全然腰痛じゃないぐらい痛くなるので、だからその手前のちょっと痛い時にもし来客されちゃったらわからない場合もあるかもしれない。でもやってるとそのうちものすごく激痛になっていくと思います。そしたらすぐ病院行ってくださいっていう形になるよね。そのね見極め方があるのでちょっと紹介しますね。まず内臓から来る人の特徴、施術しても痛みが引かない、全く引かない人です。うーちゃんとか施術すると楽になるでしょ。そういう人は血が内臓から来てないってことですよね。で2、神経痛やしびれがある。そうなるともうこっち上の方の骨の変異が圧倒的多いです。で腰に関しての神経症状は大抵腰椎四五番の奥に何神経が入ってます？知ってます？わかりません。馬尾神経っていう馬の尻尾みたいにねバーッとなってる神経が通ってます。だから四五番ヘルニアの人は馬尾神経に触れて神経しびれが出ます。ちなみにこっちはお尻の方はそれは座骨神経ですよね。っていうのがあります。はい。で3、頭痛や発熱がある。普通は頭痛発熱って風邪以外風邪というかね他の病気系の人がなるので、こう筋骨格系ではないってことだよね。だからね内臓から来ることがある。だからそこを一つの目安になるよね。頭痛や発熱があるってところ、お客様がね。で4、どんな姿勢をとっても痛む。これもねどんな姿勢をとっても内臓から来る場合は痛いですよ。でもゆうちゃん腰痛いけど今別に痛いわけじゃないでしょ。で姿勢をなんか動かす時に痛かったりする。その場合はもう筋肉疲労かねここら辺のね問題も腰椎の問題もあるんだけど、どんな姿勢をとっても痛いっていうのが一つ内臓から来る特徴になります。で5、時間によって痛んだり痛まなかったりする。これちょっと今言ったことと若干矛盾しちゃうんだけど、時間によって傷んだり傷まなかったりするっていうのは内臓自体がちょっと調子がいいとか悪いとか変化してると思うんだよね、時間によって。でも腰は時間とは関係なく、ゆみちゃんとかは別に時間によって腰の痛さとか変わるわけじゃないでしょ。時間ではないでしょ、動きだけでしょ。だからそこを言ってます。時間によって傷んだり傷まなかったりします。この5つをね一つのまた目安とできるので、ぜひ頭に入れてください。なんか質問ありますか？他に。腰痛、お客さん実際腰痛で来るじゃない。で私が思うにリラクゼーションで来ました。でもなんかお客さんの中でも治療系みたいな感じの腰どうにかしたくて来る人ってたまにいるじゃない、リラクゼーションにも。
そういう場合は、このだからリラクゼーション整体の一番の要ですよ。そこで来た人をどうにかできれば一番いいじゃないですか。リラクゼーションの揉みだけじゃなくていろいろ考えて痛みも取ってあげるような施術ができれば一番いいので、その辺を頭に入れましょうってことでね。特に腰椎四五番とかはお客様がどっか他のリラクゼーションに行ってその辺をガリガリやられました、で痛みが出ちゃいました余計にみたいな、この辺だってグリグリうつ伏せでやられたらイムちゃんだってダメでしょ。ダメです。それを知ってますかって話なの。皆さんがやってる人がグリグリやったら痛み増しますからね、取れないですからね全然ね。ただそこがやってほしいと勘違いしてる人もいるから、結構痛い部位を、だからそこがね、こちらが分かってると説明もできるし、そこをぐりぐりやる必要が全くありません。でそういう経験をお客様がすると、そこは触んないでくださいと言われるんですよ。どうしてですかと私は突っ込んで聞けるんで、もう聞いて、そういうそこガンガンやったらなっちゃうんですよって今の説明で言えるので、それねこうしてすればだいぶ楽になるからちょっとやってみましょうかっていう提案もできるので、そういう形で私はやっております。はい、腰痛の基本技法、じゃあ実践編いってみましょう。はい、よろしくお願いします。